こんにちは、ケンジさんです。この動画では、初心者の方でも遊べるたくさんのコンテンツを紹介させていただきます。当チャンネルではこれまでに WoW に興味を持ってくれた人に役立つ動画を3本アップロードしましたが、少しでも WoW を始めてくれた人のお役に立てていたら幸いです。WoW を始めてくれた人がもっと楽しめるように、このゲームの魅力や初心者の方でも遊べるたくさんのコンテンツを紹介していきたいと思います。まずはこの動画で紹介する内容をお伝えします。一つ目、私と WoW の話。二つ目、ウォークラフトの世界の魅力。三つ目、クエスト。四つ目、コレクション。五つ目、ハウジング。六つ目、プロフェッション。七つ目、各種イベント。八つ目、ペットバトルです。一つ目にいきなり個人的な話をします。私がどう WoW と付き合ってきたかは WoW の魅力を伝える上で大事だと思ったからです。でも、早くガイドを聞きたい方は次のチャプターにスキップしていただいても問題ありません。WoW がリリースされた2004年、もともとディアブロシリーズが好きだった私は、同じブリーザード社が発売したこの新しい MMORPG に夢中になりました。少し調べて、プラウドムーアレルムに日本人が集まっていると知り、そこでアンデッドローグを始めたのです。当時を知る人ならすでにおかしいことに気づいたと思いますが、プラウドムーアの日本人はそのほとんどがアライアンスであり、そもそも勢力の割合が極端にアライアンスに偏ったレルムだったのです。そんなことも知らず、ホードで始めた当時の私は、何もかもが新鮮に感じたこのゲームを毎日のように楽しんでいました。とても気に入っていたアンデッドローグも最大レベルになり、ブラックロックデプスの酒場へ行くグループを見つけて、バーマンシャンカーを狙ったり、10人グループに何とか入れてもらって、ブラックロックスパイアを攻略したりしていました。しばらくして初のバトルグラウンド、ウォーソングガルチが実装されたのですが、そこで異変に気づきました。当時は同じレルムの各陣営から10人ずつ試合に参加するのですが、ホードが少なすぎて人が揃わなかったのです。なんなら、私一人対アライアンス10人になってしまうことまでありました。ショックを隠せない当時のケンジさん。このあたりからだんだんとログインが減っていき、その後はたまに復帰してはやめるといったことを繰り返していましたが、いつからか WoW を遊ばなくなりました。時は過ぎて、娘のチャスさんが生まれたばかりの頃、当時の私はなんとか社会人として生活していて、ゲーム自体遊ばなくなっていました。仕事と生まれたばかりのチャスさんの世話をしていたので、自分が今後ゲームをするということすら想像していませんでした。そんなある日、家にあるノートパソコンを使っていた時、ハースストーンの広告が目に入って、急に WoW が懐かしくなりました。どうせ動かないだろうと思いながらそのノートパソコンに WoW をインストールしてみたら、これがなぜか十分遊べました。新しく実装されていたウォーゲンがとても魅力的に感じて、新キャラクター、ケンジさんを作りました。それから忙しい生活の中での WoW は私にとって憩いの時間になりました。空いた時間に1時間だけといったことが多かったのですが、やることはただクエストをこなしながら旅をするだけです。たまにイベントが開催されていたら参加するくらいでした。もともと読書が好きな私は、クエストをすべて読みながら、わからない英語を調べながら、とてもゆっくり遊んでいました。最新拡張に追いつくこともなかったし、すでにたくさんの過去コンテンツが溢れていたので、すべてのエリアのクエストを遊ぶまで、最新の拡張を買うつもりもありませんでした。そのため、当時は月額1500円くらいのとても安上がりな趣味でした。正直、周りから見たら何が面白いのかわからなかったかもしれません。この時の私にとって WoW は楽しむというよりは癒しだったのだと思います。ゲームの中で美しい世界を楽しみながら一人旅を続けるのがファンタジーの本を実際に体験しているようでとても心地よかったのです。当時はこの読書のような旅が忙しい生活の中でちょうど良いリフレッシュだったのだと思います。それから何年かこんな遊び方をしていたある日、私に変化が訪れます。このことはまた次回お話しさせていただきます。この話をしたかった理由は、WoW が自分だけの楽しみ方を見つけられるほど膨大なゲームであるということを伝えたかったからです。私のような遊び方はとても特殊かもしれませんが、あなただけの楽しみ方が見つかる可能性があるゲームだと伝えたくて、私のエピソードを紹介させていただきました。二つ目に、ウォークラフトの世界の魅力を紹介します。WoW が優れた MMORPG である理由は、その歴史ある世界だと思います。ウォークラフトシリーズには、長い歴史と
深い世界設定が存在していて、WoW を生きた世界にしています。WoW は2004年にリリースされ、それだけでも長い歴史がありますが、初代ウォークラフトは1994年に発売されています。WoW のほとんどの地名は過去作品から登場していて、多くの NPC にも様々な関係性が存在します。現在も続いているこの歴史は、他の作品ではなかなか真似できない魅力と言えます。自分が今立っているその地は、過去にどんなことがあったのかと調べるだけでも、とてもワクワクする要素です。最新の舞台となったエルフの王国で、ブラッドエルフが誕生した理由や、元は同じ種族だったハイエルフとの確執、その原因となった不死の軍団スカージの侵略や、軍勢を率いたデスナイトが元は将来を期待されていた人間の王子で優秀なパラディになったことなど、ウォークラフトにはとてもたくさんの魅力的な歴史が存在します。3つ目以降は実際にゲームで遊べる要素です。何はともあれクエストから紹介したいと思います。今では珍しくないですが、クエストをしながらレベルを上げ、旅をするというプレイスタイルが最初に始まった MMORPG が WoW です。当時はそれだけでとても画期的で、新鮮で楽しい体験でした。さすがに20年以上経つと、メインコンテンツとしては少々魅力に欠けるかもしれませんが、クエストは今でも重要な要素です。キャンペーンクエストはもちろんですが、普通のクエストの中にも様々な物語があり、ちゃんと読み始めると意外な発見があったり、その土地の独特の雰囲気を感じることができて面白いです。今画面に映っているクエストは、最新のバージョンアップで追加されたトロルのロアについて語られるロアウォーキングのクエストです。首都にいるロアウォーカーに話しかけることで様々な伝承を追体験できるこちらのクエストはとても質の高いクエスト体験です。物語ごとに報酬も用意されていて、現在一押しのクエストです。個人的に好きな物語を語らせていただくと、アンデッドの初心者エリアは一番最初に WoW を始めたエリアで、お墓から生き返って冒険が始まるのは今でも強く印象に残っています。バトル・フォー・アゼロスでフリン・フェアウィンドと共に冒険するティラガード・サウンドは、海賊やゴロツキとの物語が面白く、今でも写真が残っていました。同じく、バトル・フォー・アゼロスのドラストバーは、魔女の物語が暗い雰囲気を醸し出していて、世界観に入り込んでしまいました。最後に、ドラゴンフライトのラシオンとサベリアンの黒竜族の兄弟が新たなリーダーになることをめぐって小競り合いをしながら旅をするのがおかしく、そこにハイマウンテントーレンに姿を変えて部族を古くから導いていた黒竜の兄弟エビシアンが加わり、共に苦難を乗り越えた彼らが最後に選ぶ決断は感動的でした。4つ目はコレクションです。ウォーバンドコレクションを開くと、今までに集めた装備、マウント、ペットなどを確認できます。WoW では今までにやってきたことは何かしらの記録として残ります。たとえ形に残らなくても、アチーブメントの一部だったりする場合も多く、気がついたら達成していて、報酬がもらえるなんてこともあるかもしれません。そのため WoW では、日々のアクティビティは何かの達成に少しずつ近づいていることが多いでしょう。手に入れた装備は、アピアランスに追加されます。売ったり捨てたりしてもコレクションには残り、着せ替え機能のトランスモグリフィケーションで使用できます。マウントやペットも同様にコレクションに追加されていくので、過去のコンテンツでも欲しいものがあれば今でもやる意味があります。また、ミッドナイトでハウジングが追加されると同時に、世界中に大量のデコールという家具が追加されました。過去のクエスト、ダンジョン、レイドなど様々なコンテンツにデコールが追加され、遊ぶ魅力が増えました。5つ目に紹介したいのが、そのハウジングについてです。ミッドナイトで追加されたこの最新コンテンツで、プレイヤーはついに WoW の世界に自分の家を持つことができるようになりました。実装されたばかりとは思えない大量のデコールと、そのクオリティは本気が感じられます。自由度が非常に高く、デコールは360度回転させられ、大きさも変えられ、縦横どのようにも置けます。浮かせたり重ねたりすることもできるため、プレイヤーのアイディア次第であらゆるものを再現できます。他のプレイヤーが自由に出入りできるように設定することができるので、お友達を招待することだってできます。私は家にどうしても大きな窓を作りたかったため、いろいろ調べてこの窓を作りました。チャスさんも自作の階段を作ったり、大きな教室を作ったりしていました。作る人次第で全く違う家になるのがとても面白いです。
現状ハウジングを始めるには最新の拡張ミッドナイトを購入しないと解放されません。ミッドナイトを買ってしまえば右下のハウジングダッシュボードからすぐに始められます。家の購入には1000ゴールドの支払いが発生しますが、ある程度冒険を進めているプレイヤーなら十分払える金額です。あまりゴールドを持っていない初心者の場合、その支払いも免除されるようです。ハウジングエリアへの移動は同じくハウジングダッシュボードを開いてウィンドウ右下のテレポートトゥープロットのアイコンをクリックすれば居住エリアに移動できます。戻るときは同じ位置にあるリターントゥプレビアスロケーションを押せば元々いた位置に戻れます。集めたデコールも同じウィンドウの右下にあるタブからデコールカタログを開くと確認できます。6つ目はプロフェッションです。プロフェッションはキャラクターがつける職業のようなものです。11個あるプライマリープロフェッションの中から各キャラクターごとに2つ覚えることができます。プライマリープロフェッションには8つの生産系の職業と3つの最終系の職業があり、生産系の職業とそれに合う最終系の職業を1つずつ覚えてもいいし、2つとも最終系の職業を覚えるなど選び方は自由です。後から職業を変えることもできますが、上げたスキルはすべて忘れてしまうので注意しましょう。これらとは別に3種類のセカンダリープロフェッションが存在して、すべてのキャラクターが3つとも覚えることができます。8つの生産系のプライマリープロフェッションは、アルチェミー、ブラックスミシング、エンチャンティング、エンジニアリング、インスクリプション、ジュエルクラフティング、レザーワーキング、テイロリングから選べ、3つの最終系のプライマリープロフェッションは、ハーバリズム、マイニング、スキニングから選べます。この中から各キャラクターは2つ選んで職に就けます。3つのセカンダリープロフェッションは、クッキング、フィッシング、アーキオロジーで、先ほど説明した通り、この3つは全てのキャラクターが習得できます。プロフェッションは、拡張ごとにスキルレベルが独自に存在しているため、全て上げようと思ったらかなりのボリュームです。ですが、そもそも上げる意味があるのかという疑問があると思うのですが、もちろん最新のミッドナイトのスキルを上げれば役に立つアイテムや装備が作れます。過去拡張のスキルは実用的なアイテムはあまりないかもしれませんが、コレクションを集めるという目的であればとても魅力的な報酬が用意されています。作った装備はアピアランスに追加されますし、ハウジングが始まったことでたくさんのデコールが過去の生産系プロフェッションに追加されました。欲しいデコールやおしゃれ装備を調べてから必要なスキルを上げてみるのもいいと思います。セカンダリープロフェッションにもクッキングには主に食べ物のデコールが追加されています。フィッシングは主に食材の調達に使えるスキルでたまに無償にやりたくなります。チャスさんも水たまりを見つけると釣りを始める癖があるくらい手軽に遊べる機能です。たくさんのアチーブメントや報酬も用意されていてなかなかやりがいのあるプロフェッションです。アーキオロジーは発掘場所を掘ってワウの歴史を探索する機能です。ワウの歴史をさらに深く知りたいと思う探検家には嬉しい機能です。残念ながらアーキオロジーだけは何年も新要素が追加されていません。今回のミッドナイトでも新たな発掘場所は追加されていないですが、アチーブメント報酬にデコールが少し追加されました。もう一つの魅力としてプロフェッションは金策に使えるかもしれない点です。こればかりは需要を見極める商人のセンスが必要かもしれませんが、オークションで需要があり、供給が追いついていないものなどは高値で売れるかもしれません。実際の例として、私はチャスさんと二人乗りするマウントが欲しくて、ラス・オブ・ザ・リッチ・キングのエンジニアスキルを上げた人にしか作れないバイクを5万ゴールドで買いました。このように思いがけない需要が発生して、過去拡張の生産アイテムが高値で取引される可能性があります。もしゲーム内で大量のゴールドを稼ぐことができたなら、WOW トーケンを買って月々のサブスクリプションをゴールドで払うなんてこともできたりします。プロフェッションを学ぶには専用のトレーナーに教えてもらう必要があるのですが、一番簡単にトレーナーを見つける方法は、それぞれの拡張の都市にいるガードと話せば位置を教えてもらえます。覚えたプロフェッションは右下のプロフェッションズを開くと確認できます。7つ目に WOW のイベントを紹介します。定期的に開催される代表的なイベントが毎週第1日曜日から1週間開催されるダークムーンフェアです。この週にお祭りに訪れると
プロフェッションスキルが少し上げられたり、経験値にボーナスがつく遊具に乗れたりします。そして、WoW の世界アゼロスでは、地球と似ている季節のイベントが少し名前を変えて存在します。バレンタインなら Love is in the air だったり、ハロウィンなら Hollow's End といったお祭りが地球と同じ時期に開催されます。夏が近い現在では、そろそろミッドサマーフェスティバルが開催されることでしょう。初めての方には新鮮な体験になると思いますので、気が向いたらぜひ立ち寄ってみてください。報酬は毎年恒例のものから、全く新しいコレクションが追加される年もあります。気に入った報酬が追加されたり、新しい要素があったりすると、すでに去年やったイベントでも、またやってみようかなと思えたりします。その他に、マイクロホリデーという小さなイベントが存在します。ちょっとしたミニゲームなどが用意されたイベントで、期間が短く、あまり目立たないですが、やってみると、くすっと笑えるものだったり、意外と面白いレースがあったりして結構楽しめます。おしゃれを競うトライアルオブスタイルに友達と参加したことがあるのですが、あまり自信がなかった私でも、お題のイメージをなんとか再現してステージに上がったら、良い評価がもらえたり、褒めてもらえたりして、とても楽しかったです。報酬にも一味違った見た目の着せ替えアイテムがもらえたりして、楽しい経験になりました。8つ目に、ペットボトルを紹介します。集めたペットを育てて、ターン制のバトルを戦うゲームです。各ペットにはタイプが用意されていて、相性があったり、固有の技が用意されていて、結構本格的に作り込まれています。私も過去に何度か遊んでみましたが、思ったよりもしっかり作られていて、やりごたえのある難易度でした。最初はお気に入りのペットを育てて遊んでいましたが、適当な編成でやっていたら攻略できなくなったり、強いペットを捕まえに行こうと調べたら、とても見つけるのが難しいペットなどもいました。気軽に始めたつもりが、いつの間にか結構本気で調べたり、強敵に挑戦しているかもしれません。以上、やってみたくなったコンテンツはありましたか？この他にも紹介しきれていないコンテンツや、あなただけの遊び方が見つかるかもしれません。そして、これらのコンテンツはどれも、やらなくてはいけないコンテンツではありません。遊んでみたいと思った時にだけ、ぜひ楽しんでみてください。プロフェッションなどは、やっておくと便利なものですが、絶対やらないといけないということはありません。ぜひ皆さんのペースでWoWを楽しんでみてください。今回の動画がその手伝いになれば幸いです。まだの方はチャンネル登録をしておいてもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。